そうですよね。ナフサショックですよね。各メーカー値上げ、供給制限、納期遅延、もうどうなってるのかなっていう感じですよね。断熱材、サッシ、樹脂サッシですよね。で、塩ビ管の配管、壁紙、ビニールクロス、ほぼ、全部とは言わないですけども、いろんなところに石油系が使われています。ナフサショックに左右されにくい素材はありますか？石油由来なものなので、逆に自然素材をうまく使えばそういうものには左右されないと思います。こういうインフレ、もう今年よりも来年の方が高いのも目に見えてるんですよね。住宅で例えば全部で4000万のが 5% 上がるだけで200万なんですよ。で1年で200万貯金できるのかっていうことを考えると、私は今の時代はちょっと早めにやられた方がいいかなと思います。清水さん、建材の現場で何か変化が起きているんですか？そうですよね。ナフサショックですよね。毎日のように材料屋さんから連絡入ってます。各メーカー値上げ、もしくは供給制限、納期遅延、もうどうなってるのかなっていう感じですよね。今日はその今のお話とこれからの家づくりについてじっくりと伺っていきたいと思います。わかりました。改めて自己紹介をお願いいたします。はい、大阪市北区で設計事務所と工務店を経営しています。大新ビルドの清水と言います。今日のテーマはナフサショックとこれからの家づくり、少し重いテーマですが、なぜこのテーマを選ばれたんでしょうか？今ね、2026年家づくり検討をされている方はぜひ知ってほしい内容なので、煽るつもりは全然ないです。ただ事実として私が知る限りのことを皆様に、伝えるような、そんな感じで、やりたいと思います。本日のポイントはいくつありますでしょうか？本日は6つ、一応やっていこうと思っています。一つ目は今建材の現場でどういうふうになっているのかで、ここまでなぜ影響が大きいのかで、いわゆる見積もりへの影響ですよね。4つ目は工務店としての対応で、5つ目は自然素材というもう一つの選択、石油じゃなくてね。で6つ目はこれからの家づくりという形で、順を追って丁寧に説明していきます。では1つ目、建材の現場で今何が起きているのでしょうか？びっくりするようなことなんですが、この材料は、何月から何%値段が上がります。この商品は、今発注受けれないですと、納期の見通しが立ちませんとか、そういう形で値上げ、供給制限、納期遅延、この3つが、一度に来ています。それも1社2社じゃなくてもう全体です。もう各メーカーさんから来てますので、業界全体でどういう感じになるのかっていう感じで、ちょっと困った流れですよね。では2つ目、なぜここまで影響が大きいのか。原因はやはり世界情勢なんでしょうか？そうです。皆さんもね、お仕事やられておかしくなっているところいっぱいあると思います。でそれと同じような感じで建築業界も同じです。でこの流れは時差がありますが、絶対に電気代とか、そういうところにも来ます。ウクライナの時もこの時も同じでした。今回はナフサが原因になっています。よく考えてみたらね、繰り返してますので、ある程度のことはちょっと見通しも立つのかなと思いながら、予測ですよねっていうのが、あります。他の工務店さんも同じような状況なんでしょうか？はい、もう工務店連中集まったら、この間の新住居関西支部の研修会の時もそうでったし、あと、KKB とか JBN とか集まればもうこの話題になってしまいますね。ナフサっていうのは原油から取れてくる液体なので、プラスチックとか合成樹脂の元になる素材、これはね皆さんの方がよく知ってると思いますので、これがないことにより大変なことがなってます。工務店さん全員がどうなるんやろうかっていう感じで、横のつながりがね僕らもあるので、情報交換とかねしながら、本当にありがたい限りですよね。材料の融通もみんなでしていこうやとかいう話をしながらやってます。そもそも家のどこに石油系の建材が使われているのでしょうか？もう分かりやすく言うと、断熱材、サッシ、樹脂サッシですよね。で塩ビ管の配管、壁紙、ビニールクロス、床塗料、防水シート、接着剤、シンナー、もろもろですね。ほぼ
まあ全部とは言わないですけども、いろんなところに石油系が使われてます。本当意識はしてないですけど、やっぱりいろんなところで使ってるっていうのが、現実ですね。そんなにも使われてるんですね。そうですね。断熱材は僕らグラスウール使ってるので、断熱材自身は大丈夫やけど、その梱包してるビニールのシート、皆さんもスーパーで梱包してるああいうのがなくなるんじゃないかと言われてます。では3つ目、新築の見積もりにはどんな影響が出てるんでしょうか。3月ぐらいからおかしくなって各メーカーさんが値上げのが来たんですね。僕ら3棟ぐらいあったので、それは先にね、4月に行く前に全部メーカーさん発注して、値上がりなしっていう感じのことを、言われていましたので、そのままやってます。でただその後の分は無理かなっていう感じで、今年はねそれでなくても各メーカーさんが5から10%ぐらい値上げの通知はもう来てたんですよ。なので普段あんまり言わないですが、ちょっとこれから家考えられる人は今年来年に限りは早いことやられた方がいいと思います。それからちょっとうちの会社的に言うと、気密部材のコーキングとかいろんなものあります。そういったものは普段からだいたい3から5等分はストックはしてます。倉庫にも限度があるので、そのぐらいは大丈夫なので、慌てて発注とかならないようには常日頃からやっているつもりです。値上げはどの建材でも起きてるんでしょうか。もうほぼ全種類やと思ってください。サッシ、キッチン、洗面、合板、木材は運送費ですね。で、本当はねコンクリートすごい上がりました。鉄筋も上がってますし、断熱材はね皆さんテレビでもやってたと思うので 40% 値上がりとかそんなもあります。で便乗値上げもあるとは思いますけど、一度上がったものはなかなか下がらないですよね。もう以前からそうですけど、お客さんにねちょっと迷惑かからないようにやるのが僕らの努力するしかないっていう感じですね。今年に関しては。はい、一度上がった値段は下がらないんですね。厳しい現実ですね。と思いますよ。若干は下がるかもわからないです。言うても元の値段には戻らないと思います。おそらく今年が終わったら今年の来年の値段が何もなくなったとしても1割ぐらい上がってるの違うかなっていうのが予測できますよね。では4つ目、こうした状況の中、耐震ビルドとしてどう対応されていくんでしょうか。とりあえずいる材料であれば早く発注します。で納期回答が今は来ない状態なので、それでも発注を入れておきます。で順番なので順番を待つような感じです。で値段が上がるっていう感じのものであれば、いつまで発注したら今の金額でできるのかっていうのを必ず確認します。この辺もちょっとね、予測はできないですが、そういうふうに前もって先手を打とうという感じになってます。ある程度分かんないことは分かんないって言ってしまうかも分かりませんけど、どっちかでねそれを分かったふうに言うと余計お客さんを裏切ることになってしまうので、分かる範囲は伝えれたらなと思います。では5つ目、自然素材というもう一つの選択肢について、ナフサショックに左右されにくい素材はありますか。そうですよね。ナフサに石油由来なものなので、逆に自然素材をうまく使えばそういうものには左右されないと思います。運送費とかはね多少はあると思いますけど、例えばねいつも使ってる吉野とか紀州の材料であったり、塗り壁であったり土佐和紙とかそういったものは国内が産地なので、加工するね最中で多少は使いますけど、そこまで言うほどだと思います。あと例えば瓦とかね、そういう土からのものっていうのは石油商品じゃないので、違うと思いますね。で木材と集成材ですね。集成材はボンド使ってますので、やっぱりどうしてもこういう時にはボンドの値段も上がってくると思いますので、そういうふうに自然素材っていいですね。自然素材は暮らしの中でのメリットはあるのでしょうか。あると思いますよ。例えば霧島壁とか漆喰壁ですけど、
だいたい10年点検行ってもそのままです。綺麗です。私どものモデルハウス、2009年にできたモデルハウスですけど、なんか霧島壁を塗ってますので、もうすぐ20年経ちますけどね、全然綺麗なので、そういうものはあります。で、あと和紙もそうですね。でからフローリングなんかもね、複合じゃなくて向こうのフローリングはやっぱり長く使えますので、家が潰れるまで本当に言うと使えますのでね、長く使える、素材やと思います。経年変化を楽しむってすごくいいですよね。ですよね。やっぱりね、経年変化楽しみながらお家っていいと思います。そのプラスチックのものじゃなくてね、石油由来の素材じゃなくて自然素材ですので、いわゆる作る時もそうですし、あと最後ゴミにする時ね、これも優しいですよね。そういう感じのことを考えて、快適な暮らしを作っていければなと思います。資材が上がる、光熱費が上がる、こうした時代の家づくりを清水さんはどうお考えですか？でも家ってね、インフレの時代には家計を守る最大の武器になると思うんですよ。例えばの話、うちでしたら、省エネでやってますので、光熱費が安い、極端に安くなるので、今後ね、電気代、光熱費が上がっていくにつれて、言ったら、だいぶと家計には楽やと思いますし、また例えば、今でしたね、フラット35とかで、組んでたら、固定費でいくらって分かりますよね。家賃払ってても家賃って2年に1回契約更新で値段今も上がってると思いますけど、そういうインフレの心配ないですもんね。なので固定費でフラット35みたいなやつでやると先が見えて、でなおかつ、光熱費が安くなってる。もうこれはインフレの時代には武器になると思います。皆さん火力も入れるとすごい安い値段でやってはります。最後に今家づくりを考えている方々へメッセージをお願いいたします。デフレの時はゆっくり家考えた方がいいと言えたんですが、こういうインフレ、こういう時はちょっとあまり僕は言わないんですけど、もう今年よりも来年の方が高いのも目に見えてるんですよね。こんな時代になったら正直考えてはったら、住宅で例えば全部で4000万のが 5% 上がるだけで200万なんですよ。1年で200万貯金できるのかっていうことを考えると、私はもう今の時代はちょっと早めにやられた方がいいかなと思います。確かにそんなことあんまり考えてなかったですけどねやっぱりね、ちょっとずつ化石燃料に頼らない、家を建てる時も頼らないようにして、そこから住まれて暮らしの中でも頼らない省エネな住宅っていうのがいいと思うんですよ。そういうのがやっぱり家庭を守るし、そういう家計も守るのでいいと思います。納得のいく素材と工法で値動きに強い家を建てるということですね。そういうことをね、一緒に考えれたらいいなと思います。この動画が良かったら高評価とグッドボタンをお願いいたします。またチャンネル登録もお願いいたします。コメントの方もね出してもらえるとすごく励みになりますので、よろしくお願いいたします。